こんにちは、刺繍のトリコです。今日はアウトラインステッチのカーブ部分、ここがデコボコしちゃう人は簡単なあることだけで一発で解決しちゃいましょうというお話をしていきたいと思います。まっすぐな線は綺麗に刺繍できるのに曲がるところはデコボコになっちゃうなんて経験ありませんか？この経験あなただけじゃないんです。実は大体の方が通る道です。だからといってデコボコのままなんて嫌ですよね。そこでリケジョトリコの出番です。もちろん過去の私もデコボコしちゃってましたが、何が違うのか分析していたらあることが分かっちゃったんです。そしてそのあることをするだけで綺麗に刺繍できるようになりました。曲がる部分は細かく刺すと綺麗に刺せますと聞いたことがある方もいるかと思いますが、これももちろん大切なことなんですけれども、そもそもあることができていないと綺麗に刺せません。今回このあること、コツ、テクニックをデコボコして困っているというあなたのためにこっそりお伝えしたいと思います。この動画を最後まで見ていただくと、次刺繍するときにはデコボコとはさよならです。ぜひお楽しみに。では早速そのあることをお伝えしようと思うのですが、その前に一つだけ質問です。皆さんどのようにアウトラインステッチを刺繍していますか？アウトラインステッチは2つのやり方があるので、まだあまりやり方を知らないなって方はこちらの動画を参考にしてみてください。今回はこちらの動画で説明している A、本の基本的なやり方のアウトラインステッチで刺繍していきます。皆さん早くそのあることを知りたいと思うので、早速ですが結論から先に申し上げます。アウトラインステッチのカーブ、丸がデコボコしちゃう人は糸の位置を気をつけましょう。この糸の位置だけでデコボコを一発で解決させちゃいます。詳しくは実際に刺繍しながら説明していきますね。今回刺繍糸は3本で刺繍していきます。簡単に玉結びから始めます。糸の位置に気をつけながら刺繍していきますよ。まず1目盛り分針を入れて、半分のところから針を出します。はい、ここで注目ポイント。刺繍始めのこの一番初めの糸の位置、ここが運命の分かれ道と言っても過言ではありません。というのも、アウトラインステッチの場合、糸をよける方向は初めから最後まで同じにしなければいけないからです。ではこの初めの針の位置どうするかというと、必ずカーブの外側に糸を向けるように刺繍しましょう。カーブの外側です。なぜ外側なのか、詳しい理由は動画後半部分で説明しますね。糸の位置、大事なところなのでもう一回だけ言います。カーブの外側です。はい、カーブの外側に糸を向けたら糸を引きます。次はこの位置から1目彫り分先に針を入れ、半分のところから針を出します。アウトラインステッチの刺繍は糸をよける方向を初めから最後まで同じにするので、糸は先ほどと同様にカーブの外側に持っていきます。糸を引いて、また1目盛り分先に針を入れ、半分のところから針を出します。先ほどと同じように糸はカーブの外側です。同じように刺繍を続けていきます。丸の最後は前のステッチの上から入れ込むとステッチがつながります。はい、できました。糸の位置だけでデコボコせず綺麗なアウトラインステッチ刺繍ができました。ということで、カーブや丸を刺繍する時の糸の位置はカーブの外側に避けるとデコボコしません。ではどんなやり方だとデコボコになってしまうのか、そしてその詳しい理由までお話ししていきます。
先ほどと同じように刺繍糸は3本、玉結びから始めます。まず1目盛り分針を入れて、半分のところから針を出します。今回糸はカーブの内側に避けて刺繍していきますね。糸を引きます。次はこの位置から1目盛り分先に針を入れ、半分のところから針を出します。糸はカーブの内側に避けて糸を引きます。もう一回ステッチしていきます。これ分かりますでしょうか？すでにカーブの図案からずれてます。続けて刺繍していくとこんな感じになります。それぞれのステッチが図案からずれてます。これがデコボコの原因なんです。では、なんでこうなるのかを説明していきます。まず1目盛り分針を入れて、半分針を出した時点でそのまま糸を引いてみますね。見てください。図案のカーブから明らかにずれているのがわかると思います。このずれをどう修正していくかが問題になってきます。糸を避ける方向、糸の位置はカーブの内側か外側か、この2つだけです。まずは糸の位置をカーブの内側にした場合、先ほどと同じでカーブからずれてしまいます。これでは先ほど見たデコボコになってしまいますよね。では糸の位置をカーブの外側にしたらどうなるのか。カーブの図案上に乗りました。本来このようにまっすぐになってずれてしまう糸を、この真ん中から出た糸を引っ掛けることでカーブに乗ることができるようになるんです。ですので次のステッチを刺繍しても、このように糸が引っかかってカーブに沿って刺繍できちゃうんです。だから綺麗なステッチができるんですね。すごいですよね、刺繍って。まとめです。アウトラインステッチのカーブや丸がデコボコする人は、糸の位置をカーブの外側に避けるだけで簡単に解決できます。ちなみにアウトラインステッチ刺繍のもう一つのやり方、糸を避けるやり方でやられている方は、糸を引いた後前のステッチを避ける際、カーブの内側に入れると綺麗なアウトラインステッチができますよ。私がいつも原因や理由までお話しするのは、皆さんに刺繍の楽しさを知ってもらいたいからです。こうやればいいのかと知っても人間は忘れやすい生き物なんで、いざ刺繍をするときにどうだったっけなーなんてなっちゃうからです。でも原因や理由まで知っておくことで、ちゃんと自分の知識として定着しますので、格段に刺繍が上手くなるスピードが違うからです。最後まで見てくださったあなたは絶対他の方より刺繍が上手くなりますよ。今日はアウトラインステッチのカーブや丸を刺繍するときは、糸の位置を変えるだけでデコボコしなくなりますというお話でした。これからも刺繍初心者の方に役立つコツやテクニックを配信していきますので、気になった方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。